数年間使い込んだエルメスの革財布をご紹介します。こんにちは、パティーヌブックです。今回はエルメスの革財布、ベアンをご紹介します。ベアンはエルメスのお財布の中でも最もポピュラーな革財布となり、とても人気の高い商品です。ベアンは2025年現在、エルメスの店舗で品切れが続いていますが、あったとしても50万円から60万円近くするとんでもなく高価なお財布です。2010年頃までの定価は30万円以下だったので、15年ほどで倍以上に値上げされたことになります。昨今のハイブランド品のインフレは尋常ではありませんね。ベアンは他のエルメス革製品と同様に革の種類が非常に豊富なアイテムですが、今回の品はボックスカーフという種類の革のものになります。こちらは数年前に購入し、かなりの頻度で使用しているものとなりますが、ご覧の通り目立つ傷みは特にありません。エルメスのボックスカーフは品質抜群ですので、どこに出しても恥ずかしくない品であることは間違いありません。財布は目立たないようでいて、意外と人から見られるアイテムです。いくらお金持ちでも、ボロボロの財布を使っているとイメージを損なうこともありますので、ある程度はこだわった方が良いと個人的には考えています。最近では、100均のジッパーを財布代わりにするといった社会人もいるそうですが、日本人がそこまで貧しくなったのかと悲しくなるものです。私はそのような方は良い仕事ができるとは思えませんし、仮に有能な方であったとしても、ネガティブな先入観を持たれるので良いことはないと思います。メンテナンスについては、この動画でご紹介する通り、サフィールのレザーローション、サフィールノワールのナッパクリーム、そしてコロニル1909のナチュラルクリームでの磨き上げとなります。エルメスでなくとも、ある程度の品質の革製品であれば、これと同じメンテナンスをしていれば何十年も使えます。現在は、クレジットカードや電子マネー決済が普及してきたので、財布を持つ意義はだいぶ薄れてきていると思います。それでも、日本のような IT 後進国においては、まだまだ現金を使用せざるを得ない場面があるので、スマホとクレジットカードだけで遠出するというのは、なかなか難しいと思います。今後、もう10年くらいすれば、日本でもお財布が不要の時代が来るのかもしれませんが、2025年現在では、まだお財布が必要な世の中ですね。ベアンは先ほど50万円以上するというお話をしましたが、メルカリなどではとても安く買うことができます。このベアンもそうして買ったのですが、ほとんど使用されていないような個体でも10万円未満で買うことができるのです。中古というと抵抗のある方もいるかもしれませんが、未使用のいわゆる新古品も出品されていることがあるので、興味のある方は選択肢に入れていただいても良いかと思います。エルメスの商品は非常に高価ですが、革小物の中心となるお財布は意外にもリーズナブルに入手できるので、狙い目のアイテムではないかと考えるところです。いかがでしたでしょうか。今回はエルメスの革財布、ベアンをご紹介しました。ベアンは1990年代後半に販売の始まった商品で、エルメスの中では比較的新しいアイテムですが、現在ではエルメスの定番商品の一つでもあります。H 型の金具が目立つ位置にあるので、一目でエルメスの財布とわかるところもポイントです。中には、一目でエルメスとわかることが嫌という方もおりますが、日本人はもっとハイブランドや良い品を使うことに自信を持つべきではないかと思います。自分には不相応などと悲しいことを言う方もいますが、物は使っているうちに似合うようになるものです。どうせなら、100円の財布ではなく、エルメスの財布が似合う人間になった方が素敵なのではないかと私は考えます。ところで、2025年3月現在、本チャンネルに投稿可能な動画は30本ほど撮影が済んでいる状態です。これらの動画はまだ未編集のため投稿はできませんが、チャンネル登録者数が1000人を超えた時点で更新頻度を一気に上げていく予定です。少しでも関心のある方の中で、チャンネル登録がまだの方がいらっしゃいましたら、投稿主のモチベーション向上のためにも、ぜひご協力をよろしくお願いします。それでは、今回の動画は以上となります。パティーヌブックでした。